こんにちは、坂井翔吾です。8ビットミュージックに関するあれこれ第4回目になります。今日は三角波について述べていこうと思います。区形波が2音、そして三角波、その三角波1音ですね。主に家庭用ゲーム機などではベースとして使われることが多いんですね。その主な理由に、三角波は音量が効きません。一応8ビットの家庭用ゲーム機では8段階、0も含めるので実質的には7段階の音量調整のポートが用意されてはいるんですけれども、実際には三角波は音量が効きません。その主な理由としましては、ハードウェア的に、波形を見ますとこのように階段状に波形を描いているんですね。その、音量を下げようとするとガタガタ自体を段数を下げなければ半分にしなければいけない。そうすると、半分にした場合には音量を下げた場合には波形のサイズ自体、要はピッチ自体が変わってくる。要は、半分にしたらオクターブ上に上がってしまうんですね。波形の波の間隔が倍になってしまうということは。そうするとそれまでポーっとなってたものがピーッと高くなってしまいますので、音量が効かない。要はピッチを指定する以上は音量が効かないとなってます。それみんなどうしてたかっていうと、程よいところになるようにトランスポーズして、なんとかバランスを調整してた。要は音量の効かないそれを三角波を中心に、目立ってほしい時にはその一番目立つ音域まで上げていたし、目立ってほしくない時には目立たないピッチまで下げていた。そういうような、調整の仕方をしてました。では実際に、三角波、ベースとして扱った場合、モーツァルトはどうなるか。最初の1拍3拍だけを、ベースとして取り扱いました。逆にメロディーとした場合に、アルベルティバスを交互に打って、レガートにしてみようと思います。メロディーを三角波取った場合どうなるか。このような感じになりますね。はい、ありがとうございました。第4回目以上、また明日。YouTube の、なんだっけ、著作権チェックっていうのが、今のところまだ引っかからないので、こういうのを、弾いたら引っかかるのかなと思いながら弾いてみました。こんにちは、坂井翔吾です。8ビットチップスの第4回目終わりまして、なんだっけな、いろいろ、そうだ、T シャツのことをまずいただいたんだ。T シャツがですね、また、今日は誰も持ってないだろうというものを、着ました。デスペラードクラッシュマンボカンボの、T シャツです。これは青木俊直さんが作ってくれた、T シャツですね。これはもう本当に誰ともお揃いじゃないなと。そういえばさっき、青木さんで思い出しましたけども、今国さんからも、面白い、いいこと始めましたねっていうのが来まして、メントスコーラやってください。メントスコーラやってください。メントスコーラやるとバズるのかっていうのは僕は初めて知ったんですけども、もう本当に何も知らなくてごめんなさい。今回4回目っていうのが実を言うとですね、この、8ビットのことをやろうと思った大きなきっかけでして、というのも、この間人と話した時に8ビットのことをYouTube でこういったようなのをやりたいなと思ってんだってことを言ったら、いやもうまとまってますよと、
まとまってますから、まあ、今更っていう感じもありますね、みたいなことのニュアンスを言われたんですけども、で、家に帰ってから、8ビット、三角化、音量、聞かないっていうこの4つのワードで検索したところ、まあ、なんでしょう、8ビットに8ビットのことをまとめてるサイトはあるんですけども、そこについて言及してないんですね。で、結構それ、っていうのはもう言っちゃいけない言葉なんだ。なんだっけ、それは、結構もう、情報として大事なことを落としてるなと思ってまして、なんだ、やっぱりその、大事なことを、ちょっと猫が鳴くとね、集中力が途切れますね。何の話だっけ、そうそうそう。それで僕は、検索した時に、そう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 、いくつ正しい答えを言ってるところもあったんです。5チャンネルっていうところで、このスレッドの中の会話で、三角化は音量聞かないよっていうようなことを言ってるところがあって、それは正しいんだけども、いわゆるサイトとしてまとまってるようなブログみたいな形で綺麗にまとまってるところがない。で、僕はブログをまとめるのが下手くそなんで、もうこうやって喋るしかないんですけども、きっと誰かがいい形にまとめてくれるんじゃないかと思ってるんですけども、そういうわけで、今回こういうのを始めました。で、この4回目の三角化の、音量聞かないっていうのはね、意外とみんな知らないんですよね。前もね、同僚がやっぱり三角化の音量をこうやって調整してとかなんとかって言って、そんなの聞くわけないじゃんっつったら、そうなんですかって言って、まるで知らないようなこと言ってたんで、古い仲間もね、そうやって知らないことは忘れてんだと思うんですけども、ちゃんとそろそろ、まとめないと僕もどんどん記憶薄れていくし、そうやって勘違いしてる人もいるっていうことは、そろそろどっかできちんと正確な情報をきれいにまとめたいなと思って、今回このようなことを始めました。はい、第4回目、で、その後ね、その、物理のこととか音響学に詳しい人なんかツッコミ入れてくださいと思ったんだけども、今んとこ来てなくて、要は三角がガタンガタンガタンっていう段差がですね、要は上方向はボルテージ、音量ですね。そして時間軸でこう波形を描いて、波のこの間隔がピッチを表すんですけども、で、その三角がタタ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 っていう三角化のこの段差がですね、そのなんだ、音量を下げるってことは段差を下げることなんです。で、段差を下げると、段がここまでいったら戻んなくちゃいけないので、その戻って三角の形を描くとなると、この大きな三角をこの三角にしなくちゃいけない。そうするとピッチが上がっちゃう。要はピッチを指定した以上は、やっぱり、なんでしょう、段差はここまで必要ってことで、ボルテージが一切変わらない、音量が変わらないっていうそのハード的な仕組みだと思うんですね。その僕の説が合ってるかどうかがわからない、それを問いたいという気持ちもあってこれを、アップしてます。昔はその音量がなんで音量変わんないんだろうな、これバグかなとか思いながら、やってたんですけども、0は効くんです。そして、そこから音量は7まで値入れられるんですけども、1入れた途端にブーッと出ちゃって、もうマックスの量ですね。そこから7入れようが6入れようが5入れようが変わらない。そういう状況でしたので、三角化っていうのは音量が変わらないんだなと。その時には、そういう理解をしていたんですが、理論的な裏付けが欲しいのと、僕のツイッターの方で上げた2分20秒の動画で合ってるのかどうかわかんないですけども、説で正しいのかどうか知ってる人教えてっていう気持ちがあります。はい、あとなんだっけな、そうだ。チップを2つ積んだらどうなりますかっていうのが、ありまして、チップを2つ積んだら、結果としてそんな、650のチップを2つ積んだファミコンソフトって見たことないな。これはもう本当に皆さん知ってることだと思ったんですけども、それも意外と知られてないので、申し上げますと、昔はその、セカンドって呼んでたのかな、要は、ファミコンのソフトを作るときには、任天堂さんに委託をするんですが、自社で作れる会社っていうのはいくつかあったんですね。
こうやっていくつか並べてっても漏れもあるかもしれないし、記憶違いもあるからあんまり下手なこと言えないんですけど、そういった自分のところで作れる会社っていうのは自社でチップを基板に詰めることができたんです。ですのでそこは、FM 音源のチップなどを積んでいい音を出してたんですね。で、あとですね、ディスクシステムには FM 音源が1音載ってました。ですので、ディスクシステムで、本体にこうガチャンとディスクシステムやって、それには1音プラスされたので、そこも1音足せます。しかし、その6502を2つ積むっていうのは聞いたことがないですね。で、聞いたからといって、それがやったとして音が録音になるのか。まずそれをミキシングする回路が必要ですね。デジタルのままミキシングするそういったものを受け付けるダックがあるのがアナログになった状態でミキシングするならいいんですけれども、それを管理するドライバーも新たに作んなくちゃいけないし、結構敷居は高いと思いますね。もう想像したこともないような質問いただいて、面白いなと思いましたね。はい、今日は、そんなような質問をいただきました。明日は5回目、折り返し点です。明日からはちょっと、クケアのエンベロープについてやろうと思います。今日は猫は誰もいないかな、いるかな。おいで。はい。何ですか。この人ははるちゃんといって、私の勤めた前職の会社とは、関係なく立春の日に来たので、はるちゃんと言います。はいはいはい。怖いのね。はいはい。とにかくその野良出身の子たちが、4匹いて、そのうち触れるのはこの子だけかな。鳩のほか3匹は全く触れないんです。僕の YouTube のアイコンのマリアン。この子はマリオくんです。今ヒットしてる映画のマリオとは関係ありません。はい。とあるミュージカル歌手のお名前のマリオさんからいただいております。今日は意外とおとなしいバリ君は。この子も人が嫌いなんですけども、はい。ちょっと左右反転なんで、なかなか難しいですね。このカメラに向かってやるっていうのは。はい。そんなわけで、今日はごめん。実りの少ない会話でしたが、はい、以上にしたいと思います。失礼します。また明日。